こんにちは。お元気ですか？今日は8月2日の土曜日ですね。今映像で流れてるのはね、今日じゃなくて2日くらい前かな。ちょっとね、真っ昼間からね、なんとなくビール飲んじゃおうかなっていう気分になっちゃって、冷蔵庫に1本あったガッサンのビールですね。山形県ガッサンのクラフトビールかな。そのガッサンのビールのピルスナーですね。なんかでもあれ飲みたいなって思ったらね、飲みたいっていう気分になっちゃってね、昼間にね、ビール開けちゃいました。美味しかったですね。やっぱ味は美味しい。私ピルスナーがね、結構若い頃から昔からすごく好きで、そうそう、今回もねピルスナーを1本余らしときました。美味しかったです。ただね、やっぱりね、昼間に飲んだので、ちょっとね、若干飲んだ後のこのお仕事的なパフォーマンスは若干下がったような気がします。なんていうか、夏じゃなかったら下がんなかったかもしれないけど、結構夏で暑いっていうのもあって、こう同時に水分も欲するからかな、アルコール分解するのにさらに水分また奪われちゃうから、それでちょっとなんとなくちょっとだるくなっちゃったかなっていう気がしました。もちろんね、ビール飲みながらちゃんとお水も一緒に取るようにはしてたんですけれどもね、ビール飲んじゃうとね、結局それで逆にアルコールの分解に水分とか使うので、逆に水分不足になっちゃうっていうのがあるので、夏とかはね、私お店居酒屋さんとかでビールとか飲む時もお水をね一緒に頼むか、もしくは自分でね事前にコンビニとかでペットボトルのお水を買ってって言って、飲みながら一緒にお水も飲むようにしてます。それでね、悪酔いとかもしないかどうかわかんないですけど、もちろん飲み方にはよると思いますけれども、その体の中の水分濃度がね低い状態でアルコールを分解してるっていう感じはね、なんか良くないので、自分もねこう体感的に心地よくないので、夏はね特にお水飲みながらお酒飲むっていうのはね、気をつけてるっていうか、もう習慣にすらなってるっていう感じがしますね。そうしないとちょっとね体に負担がかかるなっていうのをなんとなく体感的に感じてるんでね、お酒はね決して水分補給にはならない、逆に飲んだ分水分奪われるよっていう感覚くらいを持っといた方がいいですね。特に夏はそもそも体の中のね水分が枯渇しがちで、血管とかのね血流もややドロドロになりやすいタイミングなのでね、そういう時にアルコールとかたくさん飲んでしまうとね、お水とかを飲まずにね飲んでしまうと良くないななんて思ったりしました。なんだろうそれくらいかな、今日喋ること。あとね、最近ねコーヒーの映像を出してないじゃないですか。私の動画っていつもとりあえず喋りがメインのいわゆるラジオ配信なんですけれども、一応映像もなんかつけなきゃっていう感じで、とりあえずコーヒー定期的にいつもね週に3回ぐらい23回は絶対飲んでるんで、その時の映像適当に撮っといて、適当にその背景画としてみたいな流してるっていう感じなんですけども、ここ最近ねちょっとコーヒーあんまり飲んでないんですよ。やっぱりこう暑くなってきたからっていうのもあって、そのコーヒーを飲むタイミングを失っているというかね、私やっぱり飲むんだったらホットコーヒー派だったりするので、あとコメントとかでもあったんですけれども、アイスコーヒー飲まないんですかっていうやつに対しては、アイスコーヒーもちろん大好きだから飲みたいんですけれども、どうせ飲むなら水出しコーヒー作りたいなって思ってて、ただねその水出しコーヒー作るタイミングをねいつもねこうタイミングが合わないんですよね。私コーヒーとか飲む時もなんかこう事前から準備しとくとかじゃなくて、今飲みたいっていう時に飲みたいんですよ。なんか事前から準備しとくと、水出しコーヒーとかだったらね、例えば5時間後とか8時間後とかね、ちょうどいい感じに出た時に抽出された時に
そのタイミングでコーヒー今飲みたいっていうタイミングかどうかって分かんないじゃないですか。だからなんとなく事前に作るの嫌だなっていう気もするんですよ。ただね、いいタイミングの抽出タイミングの時にこう豆の部分をこうろ過しといて、もう出来上がりの状態にしといて冷蔵庫に入れとくっていうのもあるんですけども、だからね、昨晩とかもね、寝る直前とかに何だったら水出しコーヒーの水出しを作っといて、朝起きた時にコーヒーの豆部分をろ過したりすればいいかなって思ってたんですけれども、なんかね、もう寝る時もめんどくさくて、もう眠い時にそんなめんどくせえことやりたくねえみたいなね大した手間じゃないんですけど、なんかそういうの思ったりとか、大した手間っていうか、ただどうせやるんだったらちょっと蒸らしだけは70度ぐらいのぬるま湯で2、30秒蒸らしてからその後水入れるとか、そういうのがやりたいなとか思ってたから、ちょっとこう温度計で測ったりとか、お湯を1回そういう少量だけ沸かしたりとか、それがちょっとめんどくせえなと思って結局やんなかったっていう。だったらね、普通にお湯でハンドドリップで濃いめに入れて、それを氷で冷却して飲むっていう方法もあるんですけれども、なんか別にね、コーヒー飲みたい、今飲みたいっていう時じゃなければ、逆にね、ちょっとコーヒーをお休みできるいい期間になっていいかなって思うんですよね。コーヒーも大好きで、毎日でも飲みたいっていう気持ちはあるんですけれども、ある程度ちょっとなんていうのかな、癖になるというかね、若干依存性もあるので、別にね、毎日 1,2 杯飲むには体には問題ないんですけれども、でもね、やっぱりね、ちょっとあまり飲まないように週に 2,3 回とかね、それくらいにしてから、やっぱりね、コーヒーを飲んだ時のドーピング効果はね、毎日飲んでる時よりも上がったなっていうのはすごく感じてるんですよね。ドーピング効果っていうのはシャキッとするとかね、集中力が増すとかね、そうそう、普通に会社員してた時は午前中に1杯飲んで午後1杯飲んでみたいな、必ず仕事中に日中2杯は飲んでて、場合によっては家に帰ってきてから食後も飲んでたりとか、しかも濃いエスプレッソを入れて飲んだりとかしてたりしたんで、ちょっとね、それはね、もう良くないなと思ってやめるようにしたんですけども、ただ会社でね働いてる時はやっぱりコーヒー飲むとシャキッとするし、集中力増したりするんですよ。要はパフォーマンス上がるんですよね。だから会社員として勤めてる時には日中に2杯飲むっていうのはなかなかちょっとこれはやめられないし、2杯ぐらいだったらね、健康的にも別に問題ないので、ただちょっとドーピング効果的に慣れちゃうし、やっぱり若干ちょっと依存的な感じのは、体に悪くなくてもね、こう飲みたくなっちゃう的なね、あれは出てくるので、そうそう、だからね、その後会社員辞めてちょっと無職で引きこもり生活に入った時は、ちょっと一回ね、コーヒーの癖をね、こう毎日飲むのからやめようと思ってね、それから週に 2,3 回くらいのペースっていうのを習慣化してますね。で最近は週に1回ぐらいしか飲んでないかなだとは思うんですけども、たまにはちょっとコーヒー抜きしてもいいかなっていうふうに思ってますね。もちろん毎日飲んでても全然問題ないんですけれども、たまにはやめたりとかして、やめてまた久々に飲んだりとかすると、その時体の感じとかそういうので、なんていうのかな、コーヒーに限らずなんですけれども、一定の食品とかをね、こう一定期間ちょっとやめといて、でなんか変わるかなとか、久々に食べたらなんか変わるかなとか、そういう食物チェックみたいのもね、たまにするといいなって思ってるので、人それぞれ体質とかも違うし、同じこの成分表でもその時の体調とかによってね、その出方っていうのが違うしね、体調の効果とかね、そんな感じでコーヒーはね、飲みたいタイミングが合わないっていうのと、そんなに今コーヒーみたいな欲する感じが収まってきてるので、そういう時はちょっと開けてもいいかな、飲むのを開けてもいいかなと思って、最近はあまり飲んでないっていうのがあるかなっていう感じですね。あとはそのコーヒー飲むタイミングを
をね今日飲もうって思った時とかでもだいたいご飯食べて1時間後とかがやっぱいいんですよね、私的には。なので空腹の時にはやっぱ飲む気が起きないので、ご飯食べて消化活動、直後でもいいんですけども、無糖のねブラックのコーヒーとかだったら、胃酸が出るのを助けるので消化の助けにもなるとかそういうのはあると思うんですけれども、私的にはね食後1時間後くらいに飲むのが一番心地いいかなっていう感じなんですね。最近はね結構ご飯食べるのが1時半とか2時とかそういうのが多くて、そうするとねコーヒー飲もうかなって思うのが3時とか3時過ぎちゃう時があるんですよね。で、私なるべく3時までにはコーヒー飲み終わるようにしたいなってなんとなく思ってて、ただどうしても飲みたい時はね4時5時ぐらいに飲んじゃう時も稀にあるんですけれども、やっぱりね睡眠の質をね上げるためにあんまり夜遅い時間帯、目安なんですけどできたら寝る8時間から10時間くらい前にはコーヒー取らないようにしたいなっていうのがあって、飲まないようにはしてるっていうのもあってね、そう考えるとねなんかそういう意味でも最近ちょっと飲むタイミングがみたいなそういうのがありますね。でもちょっと水出しコーヒー作りたいし、近々作りたいなって思ったりとかしておりますなんだろう、もうすぐお盆休みですね。8月に入るとお盆休みだなもうすぐっていう気分になりますね。もちろんね今私別に会社員じゃないんで休みとかなくて一年中家にいるので関係ないんですけど、お盆休みの時期だな、夏休みの時期だななんて思ったりとかしますね。なんとなくお盆休みっていうと社会人の人も休みだし、お子さん子供がいる人とかね小学生とかねそういう子供もみんな夏休みだったりとかして、プール浮き輪を持ってプールに行くとかね海に行くとかそういうイメージありますよね。あとは川遊びとかねそういう夏のレジャーってイメージがあるんですけども、ただねここ最近の暑さとかだとねこの暑さで海にとか行ったら逆に辛くねっていう気がしちゃうんですよね。水に入ってる時はいいかもしれないですけれども、海に滞在してる間ずっと全部水に入ってるわけじゃないじゃないですか。水遊びしてちょっと疲れたら上がってパラソルの下でとかそういうのもありますけども、そもそもねこのビーチでね灼熱の砂の上にねなんか敷いて、たとえそこが影になっていたとしてもそこでね汗だらだら流しながらスイカ食ったり水飲んだりジュース飲んだりビール飲んだりとか逆に辛くねっていう気がするぐらいちょっと暑いですよね。海行きたいっていう気分が今ぐらいの暑さだとそんなでもないなっていう気がしちゃいます。もちろんね私が今18歳とかさ、せいぜい24歳とかさ20代前半くらいまでだったらそれでもやっぱ海行きたいって思うかもしれないですけど、いやでもどうだろう、多分若者であってもちょっと暑すぎて海よりさみたいな感じになっちゃうかもしれないですね。夏にね海で遊ぶなんてめっちゃ楽しいっていうイメージですけれども、それすら今はちょっときつそうっていうイメージ持っちゃうぐらい最近って暑いですよね。でそれで言ったら夏の仕事の後のビアガーデンとかね、もうここ数年ビアガーデン行きたいなとすら思わないですもんね。だって暑いじゃないですか夏夜中どっかのビルの屋上とかでもね、たとえちょっと風があれで涼しいって言ってもそれでも暑い。屋内でビールなんか飲みたくねえよって思っちゃって、もう昔はねビアガーデンと言ったらねすごいなんか社会人になったなみたいな、ちょっと大人だからできるちょっと楽しみみたいなね、ちょっとそういう感じがあったんですけど、最近はビアガーデンとかじゃなくてもう普通に室内のエアコンの効いたちょっと雰囲気のいいお店で飲んでる方がいいなって思っちゃいますね。
これは年齢が上がってちょっと暑さに弱くなったとかそういうのもあるかもしれないけど、でもやっぱり若者だったとしてもちょっと最近暑すぎてそんなにベタベタ汗をかきながら外で飲みたいなっていう感じじゃなくなっちゃったかもなっていう気がしたりとかしました。本当にね、ここ最近地球温暖化ってもう言われ始めてから久しいですけれども、でもやっぱり体感的にね上がってるなって思いましたよね。昨日かな今日かな昨日くらいのまたネットニュースで見ましたけど、兵庫県だったっけ、最高気温を 41. 点何度とかいうのがまた更新したっていう風に見て、前は何年か前に埼玉県の熊谷市とかが一番暑くて、熊谷市もねそれで暑いぞ熊谷で町おこしみたいのをしてた印象があるんですけれども、ニュースとかでもよく取り上げられててね、日本一暑い国とかね、あとは群馬県の館林とかもそうだったかな。でも今回は兵庫県がすごい暑いっていう感じで、やっぱりああいう盆地とかが盆地じゃなくてもでもやっぱりああいうところか、山あいの少し盆地になってて都会からの熱風が行き止まっちゃってより気温が上がっちゃうっていうエリアが特に暑くなっちゃうんでしょうね。とにかく41度とか40度とか40度超えるのが結構普通に出てきちゃいましたもんね。なんか結構やばいですよね。エアコンが本当に今私は毎日エアコンの中で過ごしてますけれども、エアコンが本当故障したらマジでどうしようって思いますもん。直してくれるまで1週間くらいやっぱりホテルに住まなきゃなんかなって思いますよ、家の近くの。だってさすがに今の暑さだと多分頑張れば過ごせるかもしれないですけど、頑張って体調悪くならないかなっていうか、なんていうのかな、なんか自分の体感的にはこれぐらいの暑さ頑張れるとか、全然まだ余裕、昔のあの時の暑さに比べればとか、もっと暑いの昔経験したしとか、昔そんなね、炎天下の下で運動してたりとかしてたことに比べれば全然とか、そういうのがあって、まだそんなに暑くないなとかつい思っちゃったりとかするんですけれども、それでもエアコンの効いた部屋にふっと入ると、やっぱ暑かったかもって思ったりとかしてね。だから自分の過去のこの暑いっていう時の体験の記憶と比較して、これくらいの体感覚だったらまだ平気っていうのはね、ちょっと少し疑った方がいいかもなって思いましたね。年齢的にもね昔より年を取ってきてるっていうのもあるし、体の機能もね少し衰えてるっていうのも必ず、あるはずですので、なんていうのかな、ちょっと少し自分に甘やかすというかね、涼しい楽だわとか、ちょっとでも暑いなと思ったら例えばシャワーを軽く家の中でもね浴びるとか。ただね、家の中で服脱いでまた浴びるの大変なんで、だいたい家で短パン履いてるから膝下ぐらいのところをシャシャーっとシャワー浴びて、ちょっと足冷やして、でついでに手足半袖から出てる手の部分とかね、この出てるところだけ冷やしてとかでもねいいかなって思うんですよね。でついでに手ぬぐいとか濡らして帰ってきて首に巻いたりとか、あとはヘアバンドみたいにねちょっと髪の毛のちょうどほんとヘアバンドみたいに手ぬぐいを巻くと、ちょうど頭の側面とかが冷えて気持ちいいんで、そういえば今日の飲んでるビール飲んでる動画もちょっとそうやって過ごしてたんですけどそうなんかね、そういう風にね自分は全然今辛くないなっていう時でもちょっと俯瞰してね、体大丈夫かなっていうのを気をつけてもいいかななんて思ったりとかしましたね。本当に私真夏にエアコンが壊れたっていうのを経験したことあるんですよ。こっちに引っ越してくる前のお盆休みだったんで、ちょうどお盆休みだから今ぐらいっていうか十何日、お盆が終わった
お盆が終わるのって休みが終わるのって17日とか18日とかそういうイメージなんですけど、2019年だったからもう6年前ですね。そうそう、それでももう40何歳、私今48歳だから42歳ぐらいの時かの真夏に東京でね、だから東京だからやっぱり都市部だから暑いですよね。そこでエアコンが壊れてお盆休みにね、きつかったですよ。ですぐやっぱり来てくれないんで、エアコン業者の人とか連絡したのが土日とかで、そもそも土日は業者の人来れませんみたいな感じで平日に来てもらった日に別にその日に取り替えてもらえるわけじゃないじゃないですか。でエアコンの状況をまずチェックしてもらって、もうこれは修理できないとか修理できるとかそういうのを見てもらって、結局どうするああするってそこで相談して、で取り替えてもらうことになったけれども、結局工事とかでね来れるのがまた数日後とかになるんでね、なんやかんやで1週間くらいはエアコンなかったと思いますね。その時ちょうどお盆休みではあったんですけれども、これまたタイミング悪くっていうかね、ちょっと辛かったのは、お盆休みね10日間くらい前後の土日みたいのも入れて10日間くらい11日かな、お盆休み取って、その10日間を使ってタイに行ってたんですよね。タイランドのタイですね。それで、タイもね暑いから37度とかそれくらい普通にあったんですよ。暑いところ行って10日間ぐらいで移動も入れて10日間ぐらいタイ行って帰ってきて、帰ってきたと思って、今日一日東京の一人暮らしの部屋でしっかり昼寝とかして休んで、一日休んだら明日から仕事だみたいなそういう予定だったんですけど、疲れたと思って、飛行機も疲れたわなんて思って帰ってきたらエアコンが効かなくて、ちょっと待ってよと思って、この10日間のタイで疲れてきた体を一日こうしっかりと冷房の効いた部屋で寝て、それで疲れを取って仕事にまたこう戻る予定だったのが、疲れを取るどころかもう灼熱の東京の一人暮らしの部屋でもうね大変でしたよ。あの時42歳でしたけど、48歳の今だったらちょっと体力的にね、ちょっと近くのホテルに行ってたかもしれないですね。今から思えばその時でも行った方が良かったのかもしれないですけど、ただねその時はね、なんて言うんだろう、こうお金をケチるっていうわけじゃないんですけど、なんかね暑いは暑いだけどこれくらいはあれに比べたらみたいなね、変な過去と比べてみたいな、そういうのがあってなんか自分ならいけるみたいなねなんか何のあれなんだなんか自分に対してマウント取ってるみたいなそういうのがあって、結局扇風機とあれで、我慢できたというかね、限界までは全然行ってないから平気だなみたいな、変な強がりなのかなそういうのもあって家の中で汗かきながら扇風機だけで過ごしててっていうのがありましたね。なんていうんだろう、ちょうどその10日間タイに行ってきたっていうのも、タイの炎天下の中で結構屋外でね暑い中でめっちゃ汗かいてスポーツとかやってきてたので、それに比べたらみたいのもあって、ちょうど直前がそうだったもんだから、なんかね変にこれくらいでホテルに避難するのもなんだかなみたいな気持ちになってたんですよね。そうそう、だからでも辛かったですね。休みたかったのに休めずに仕事に行って、で地味に結構困ったのが、仕事に行く時ね、暑い部屋から出て職場に行くんだけど、暑いから常にちょっと汗かいてるんですよ。そうするとね朝ねメイクができない、汗かいちゃってるからこれ結構問題で、マジでどうしようみたいな。さすがにすっぴんで仕事はね、一応身だしなみと思ってるんで、最低限のメイクは別に何て言うんだろう、こう盛るための綺麗になるためのメイクじゃなくて、身だしなみとしてのメイクはやっぱりしなきゃってちょっと自分でも思ってたんで、
メイクができなくて困りましたね。だからメイク道具を一式持って家を出て、で会社に行く前の手前の商業ビルみたいなところを通って会社にいつも行ってたんで、そこの商業ビルのトイレでメイクをして、トイレ涼しいじゃないですか、もうビルに入っちゃえば。そこでメイクをして会社に行くっていう、すごく面倒くさいことをしたなっていう記憶がありますね。うん、なんかねなんかどうしよう、今回もまた夏が暑いネタになっちゃうんですけど、それくらいしか喋ることないのかなとにかく暑いよねと。あとね、まあ私はその時ちょっと無理をしちゃったけど、まあ今はね、それからまた数年年も重ねたっていうのもあるので、まあ無理はしないようにしなきゃなと。あと自分ではそんなに辛くないなと思ってても、客観的にこう自分でこういろいろ首とか頸動脈とかそういうとこ触ってみたりとか、あとはだるくないかなとか、いわゆる調子が悪いってほどじゃなくても、いわゆるちょっと夏バテくらいの雰囲気だったら、何かしらちょっと体がねおかしい状態っていうことなので、そういうのをね見逃したりとか我慢するっていうのはね、我慢するのは逆に怠惰な気がするんでね、きっちりとなんていうか待ってるんじゃなくて、能動的にしっかり水を飲む、能動的に結構冷やすとか、攻撃の姿勢で体がね熱中症とかにならないようにしていきたいなって思いますね。でやっぱりこうすごい熱中症と呼ばれるレベルじゃなくても軽い熱中症というかね、ちょっと体だるいなとかいうのだと、結局仕事でも何でもパフォーマンス落ちるじゃないですか。それめっちゃもったいないんで、だったらしっかり休んで、しっかりまあ家に入れる人だったらね、ちょっとそうって思ったら軽く昼寝して、吸収のいい水分とってとか、まあ、しっかりタンパク質もとってとかね、そういうのでちゃんと一回コンディション整えてからいい状態でやるとかね、そういうのがやっぱ大事ですよね。それにしてもやっぱ最近こう地球大丈夫かなっていうぐらいこう温暖化というかね、全体的にこう暑くなってますよね。なんか日本でもここ100年くらいで1度以上は上がってるっていうし、都市部とかだと3度ぐらい、3度以上かな、上がってるって言われてるじゃないですか、ここ100年くらいで。で都市部で3度くらい、3度以上って言ってもさ、昔に比べて都市部そのものが、都市が増えてるわけだからさね、ほとんどの人が都市部に住んでると考えて、だから全員がね体感的に100年前から3度ぐらい上がってると、まあ、100年生きてる人はいないにせよ、50年前から多分2度ぐらいは、知らんけど2度ぐらいは子どもの頃からもう50歳以上の人は上がってるって考えたら、すごい上昇率ですよね。上昇スピードやばくないっていうぐらいやばいですよね。それはこう自然の生態系が変わっちゃったりとかするぐらいなんかやばいですよね。異常気象も起きるだろうし、それがいろいろ災害の原因になったりとか、台風が大きいのになったりとか、そういうのにもするだろうし、なんか何気にこうなんで世の中的にね、世の中っていうか日本に限らず世界もだけど、もっとなんて言うんだろう、命の危険的なレベルでやばくねやばくねみたいな活動というかね、そういうアクションが出てないのがちょっと不思議に感じるんですよね。なんでですかね。あれですかね、結局はやっぱり人間100年ぐらいしかどうせ生きないしみたいな、結局そういう自分の都合主義的な感覚があるのかな。まあ、いや多分そうじゃないか、そうじゃないですね。多分こう温暖化を停止させるとかするようなアクションというかね、そういう行動って多分経済成長的にストップかけちゃうことが多いんでしょうね。やっぱりこう経済成長するためにCO2 を出すような営みをなんていうか止めることができないというかね、お金儲けのためというかね、
平たく言ったら。でなんて言うんだろう、リサイクルとかそういう関係でやるとやっぱりそこにめちゃめちゃお金かかるとか言うし、やっぱりとりあえず経済成長の方を第一に考えちゃうとかね、そういうのがねあるんでしょうね。まあ結局そこで一部のそういうハンドリングしてる人たちっていうのは何かが起きた時の、自分のこうなんていうか避難経路と避難スペースとかね、そういうのも用意してるでしょうから、そういう意味ではなんだろうなっていうのもあんのかな。でも何気にちょっと温暖化普通にちょっと止めたいなって思いますよね。一個人ができることじゃないかもしれないですけど、でもなんかできそうな気がしますけどね。そういうそういう人が増えたらあとはアイディアでねある程度できると思いますけども、ただなんやかんやそういうことをしても結局企業とかね、そういうレベルでの何かが変わらないとっていうのはね、根本的な、あとは日本だけがそれやってもとかね、そういうのももちろんあるでしょうけどね。ただちょっと本気で結構ね、この暑いっていう状況に慣れちゃってるけど、肌感的にこう普通に生きててだいぶ暑くなってるっていうくらいだったら、地球がこんなに変化しちゃっててやばいんでないのみたいなね気持ちが起きたりとかしますねっていうことを思ったりとかしましたね。今日この後コーヒー飲もうかなまだ今2時半なので、今から自分でコーヒー入れたらギリ3時ぐらいなんで、今日コーヒー飲むかもしれません。そんな感じで、皆さんまだ暑い中働いてらっしゃると思いますが、今日は土曜日だけどね、もうすぐお盆休みなので体には気をつけて美味しくスイカとかを食べれるように健康で過ごしましょうということでそれではまた。